どうもー、ベルです。今回は、ドゥームステイロー、ヒーロー詳細解説ということで、最新射撃ヒーローのリンについての解説をやっていこうかなと思います。ついに待望の、射撃新ヒーローで、もう射撃に、もう一番欲しいと言っても過言ではないレベルのステータスの移動速度を上げられるヒーローなんですよね。ただ、射撃ヒーロー自体、優秀なヒーローが多いので、リンを採用する余地はあるのかというところですね。リンを入手して、育てるべきか、悩まれている方も、いらっしゃると思いますので、ぜひ、今回の動画が参考になれば、嬉しいなと思います。では、早速、やっていこうと思うんですけども、まずはリンの、スキルを見ていきましょう。まずはレイジスキル。精密なブレイクスルーというスキルで、ダメージ係数が、11,700のダメージ係数のダメージを与えて、ラリー中トンをしていない状態で攻撃された時に、相手に追加ダメージを与えて、非スキルダメージ減少バフを獲得します。ただ、このレイジスキル、正直、ちょっと物足りないですね。単体攻撃スキルのダメージ係数としては控えめで、最大火力を出すための条件も、攻撃されているというのが、なかなか厳しくて。基本的に攻撃されている。すなわち、自分の兵士が、どんどん減っていって、それに伴って、攻撃力が落ちてる状態なんですよね。で、その状態で、ダメージ係数が上がっても、そこまで意味ありませんし、非スキルダメージ減少バフも、悪くはないんですけど、世界変わるほど意味あるかと言われると、もちろんそんなわけはなくて。正直、最新の、最近のヒーローの中では、かなり控えめのレイジスキルになっているのかなと思います。では、第2スキル。自動出力というスキルで、射撃の攻撃力を30%増加させて、ラリーや中トンを、していない時に、攻撃された場合に防御力が15%増加します。こちらはステータスアップスキルということで、今の環境だと、一つのスキルにつき合計40%アップが一つの基準になってると思うんですけども、今回で肝となってくるのは、ラリーや中トンをしていない時に攻撃されたという、条件ですね。こちらなんですけども、正直そこまで、気になってこないのかなと思います。あくまで防御が重要になるのって、相手から攻撃されてる時なんですけども、攻撃されているということは、だいたい複数部隊から攻撃されているということなので。なので、あまり気になってこないと思うんですけども、こちらが攻撃したことによって発動する相手からのカウンターダメージを受けるときにも、この防御は影響してくるので。なので、実質的に、条件なしで発動する10%の防御力と、同じくらいの価値になるのかなと思います。
で、そう考えると、攻撃と足して、合計40%の、ステータスアップスキルということで、まあ、際立って優秀というわけではないけども、まあ、普通に、優秀なスキルという評価になるのかなと思います。では次に、第3スキル。弱点サーチというスキルで、射撃兵の HP を 34% 増加させて、カウンター攻撃発動時に、2秒間、受けるダメージを 4.5% 減少させるスキルです。まず、このスキル。先ほどの、一つのスキルにつき 40% ステータスアップするのが、一つの基準となっていることを、参考に、考えていきたいんですけども、これ、わかりやすくするために、まず、基準となる 40% から、射撃兵の HP アップの 34% 引きましょう。じゃあそうすると、残り 6% ですね。じゃあ、その 6% 分の価値が、このダメージ減少スキルにあるのかというところなんですけど、あるにはあります。ただ、もう本当になんか超適正っていう感じなんですよ。これ、ダメージ軽減すると言っても、あくまでカウンター攻撃の 20% の確率で 4.5% が2秒間だけなんですよ。なので、そんなに発動してくれるわけではなくて、ただ、ダメージ軽減バフというのは、このゲームにおいて、非常に重要なバフなので、このスキルを、攻撃防御、HP バフに換算すると、まあ、だいたい 5% から、10% くらいに、相当すると思いますので、まあ、もう本当に、射撃の HP34% アップと合わせて、だいたいまあ、合計 40% の、スキルになりますので、先ほどの、第2スキル同様に、もうザ適正という感じの、スキルになるのかなと思います。では次に、第4スキル。戦術的な起動というスキルで、カウンターダメージを 32%。そして、射撃兵の移動速度を 20% 上げるスキルです。で、正直言います。このスキルがあるからこそ、リンを使います。で、カウンターダメージは、まあ、これ、そもそも、格下を相手取るときしか、ほぼ影響なくて、なおかつ、射撃という兵科の特性上、まあ、これが響いてくるのは、もう相手とかなり差があるときなので、そこまで、意識しなくて良いんですけど、何よりも欲しいのは、この移動速度ですね。もうとにかく今、とんでもなく強いジュリア。彼女に今、野戦で足りないことって移動速度なんですよ。で、移動速度が足りなくて、攻撃に参加できなくなったりするのが、もう本当に今、悩みなんですけど、それを解決できるのが、このリンの移動速度です。20% アップと、チュンには劣っちゃうんですけど、それでも十分な活躍を見込んでいけるのかなと思います。
そして、リンの覚醒スキル。高出力モードというスキルで、射撃兵のダメージを 3% アップと、ラリーや駐在をしていない時に攻撃されたら、受けるダメージを 4.5% 減少させるということで、まあ、上がるパーセントこそ高いわけではないんですけども、重要なダメージバフを上げていけるということで、優秀な、覚醒スキルと言って良いのかなと思います。では次に、リンの入手方法を、見ていきたいんですけども、彼女は、射撃ヒーローがピックアップされている、トップ司令官の、ヒーローのラッキールーレット、こちらと、伝説のハンター、そちらで、入手していくことができます。ラッキールーレットから、入手できるヒーローなので、まあ、何ヶ月か経った後に、おそらくなんですけども、デイリーブースターでも、入手することができるようになるのかなと思います。では次に、スキル上げの順番と、最低運用ラインについてお話しさせていただこうと思うんですけども、まずは、スキル上げの順番からいきましょう。彼女、運営さんのおすすめは、1、3、2、4の順番なんですけど、これはもう無視してください。彼女を使うイコール移動速度のために使うので、私がおすすめするスキル上げの順番は、1、4、2、3です。最後の2と3については、まあ、これ、まあ、お好みでいいと思うんですけど、最初の1と4の、順番は、これ絶対ですね。まあ、ただこれ、ここまで私が、移動速度言ってるので、4スキルを先に上げた方が、良いのではないかと、思われた方もいらっしゃると思うんですけど、あくまで戦闘用ヒーローなので、レイジスキル上げないと、もう火力がもう何分の1とかになっちゃうんですよ。なので、まずはレイジスキルを上げて、その次に第4スキルを上げて、移動速度を上げていきましょう。で、そしてその後の第2、第3スキルなんですけども、まあこれはどっちでもいいです。どっちもだいたいステータス 40% アップ相当になるので、火力を優先するなら第2スキルを先に。耐久力を優先したい方は、第3スキルを先に上げていただくのが良いのかなと思います。では次に、最低運用ラインについてなんですけど、彼女の最低運用ラインは、第1、第4スキルを上げ切ることです。第4スキルについての時の話でもお話ししたんですけど、まあ、彼女は射撃部隊の移動速度を上げるためのヒーローなので。で、このスキルがないと、彼女を使う理由というのは正直ないので、最低運用ラインについては、第1、第4スキルを上げ切ることになるのかなと思います。で、そして、普段であれば、この後、覚醒させるべきかという話に移るんですけども、ちょっと今回は、その話の前提として、
相方について、考えていくべきなので、先に相方について、語っていこうかなと思います。で、まず、大前提として、彼女は、野戦のみで使います。で、現状の、射撃の野戦で強いヒーロー、チュン、ジュリア、ルイ、この3人がいるんですけど、チュンと組ませた部隊は、移動速度がある程度あるので、ちゃんと戦えるんですけど、チュンと組ませずに、ジョニーやジェイコブと、組ませた部隊。で、この部隊が、どうしても足が遅すぎて、戦いに、参加できなかったりするんですよね。もうこれがもう、かなりしんどくて、その、ジェイコブやジョニーの代わりに、チュンやジュリア、ルイと組み合わせて使うのが、リンというヒーローです。射撃部隊の野戦部隊の組み合わせとして、私が現状、一番おすすめしたいのは、チュンとルイ。そして、ジュリや、リンの組み合わせです。まず、チュンとルイ。もうこの二人は、とんでも火力と移動速度を兼ね備えた超強力部隊です。私が今、全ヒーローの組み合わせで、野戦部隊で最も強い組み合わせは、このチュンとルイの組み合わせだと思ってます。で、そして、残りのジュリアと、リンで、組ませる形になるんですけど、もうこれ、ジュリアの単体スペックが、これ高すぎて、もうジュリアを使えるというだけで、超強力な、部隊になるのかなと思います。で、またこれ、チュンや、チュンと、リンを組み合わせて、移動速度がめちゃめちゃ速い部隊にするのもいいんじゃないかと、思われた方もいらっしゃると思うんですけど、移動速度だけを求めるんだったら、射撃使わなくていいんですよ。それこそ、歩兵のアダット宮本部隊。あとは、騎兵なら、もうベラや、シラヌイ、エレナなどの優秀なヒーローたくさんいるので、あくまで高い火力と移動速度を兼ね備えた部隊を作れるのがリンの魅力なので、そちらはあまり、考えなくて良いのかなと思います。で、彼女、育成するべきかなんですけど、射撃1部隊の場合は、チュンとジュリア、もしくは、チュンとルイで組ませるのが正直強いので、リンは育成しなくて良いのかなと思います。あくまで射撃2部隊の場合に育成するべきヒーローになります。また、彼女は無理して覚醒させなくて OK です。あくまで、チュンやジュリア、ルイがいてこそなので、彼ら彼女らを優先して覚醒させて、他の部隊の育成も、落ち着いていって、じゃあもう次に育成するヒーロー、どうしようか悩んだ時に、覚醒まで、していただくのが良いのかなと思います。また、星6にして、レベルを60まで、育てるべきか。それとも、アシスタント専用として、星4で留めて問題ないかというところなんですけど、彼女、
ジュリアと組ませることを考えると、ジュリアと才能構成一緒なので、ジュリアをリーダーにすればいいんですよ。ジュリアの方が、汎用性はもう圧倒的に高いので。ただ、ジュリアでラリーを打つ方で、移動速度の才能ポイントを捨てて、火力の方に、振り切ってる場合には、野戦では移動速度あった方がいいので、移動速度に、ちゃんと、振った才能を、輪に、していただいて、切り替えを、しやすくするために、輪をレベル60まで、育成するのは、ありなのかなと思うんですけど、まあ基本的には、アシスタント専用で、星4までで、良いのかなと思います。で、一応、リンをリーダーにする場合の才能なんですけども、こちらですね。もう、射撃の野戦才能テンプレです。一般に5ポイント振っていただいて、移動速度を確保。そして、スキル才能を、最後まで振って、射撃才能のスキルダメージアップ。そして、余った1ポイントは、射撃の攻撃アップ。こちらで良いのかなと思います。はい。ということで、輪についての解説は以上となるんですけども、いかがでしたでしょうか？輪は、あくまで輪自体が強いというよりかは、射撃の強いヒーローたちの相方となれることが評価されているヒーローではあるんですけど、もう、チュンとジュリアとルイ。もうこの3人がちょっと強すぎて、もう波の舞台よりはるかに強い舞台を作っていけるので。また、デザイン的にも魅力的なヒーローだと思いますので、ぜひ今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。では、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。